21世紀のファーストガンダム GATX-105 ストライクガンダム。 GATX-105 ストライクガンダムはサンライズが21世紀のファーストガンダムを目指して制作し、2002年から2003年にかけて放送された機動戦士ガンダムシードに登場したモビルスーツです。物語前半では主人公であるキラヤマトが登場し、数々の戦果を残しました。キャリブレーション取りつつゼロモーメントポイント及び CP 値を再設定。なら疑似質の分子イオンポンプに制御モジュール直結、ニューラルリンケージネットワーク再構築、メタ運動やパラメータ更新、フィードフォワード制御再起動、伝達関数、これより偏差修正、運動ルーチン接続、システムオンライン、ブーストストラップ起動。ストライクは地球連合所属国家の一つである大西洋連邦がオーグ連合首長国の公営企業であるモルゲンレーテ社の技術協力を受け、資源コロニーヘリオポリスで極秘開発した5機の試作機である初期 GATX シリーズのうちの1機です。ストライク、デュエル、バスター、ブリッツ、イージスの全5機のフレームには X100、X200、X300 の3種類がある。ストライク、デュエル、バスターは標準的な X100 系、ブリッツは特殊機能を加にした X200 系、イージスは可変機構を搭載した X300 系となっています。ただしストライクは5機の中で一番最後に完成していることから X100 系フレームの中で最も可動域は広く運動性が高められており、さらにブリッツとイージスからのフィードバックも行われているため、初期 GATX シリーズの中でも最も洗練された機体となっています。初期 GATX シリーズの開発において、当時敵軍であるザフトのモビルスーツは実弾兵器を主な武装としていたため、実弾兵器対策として特殊装甲のフェーズシフト装甲が実装されました。フェーズシフト装甲は一定の電圧の電流を流すことで装填位、すなわち装甲の性質を変化させることで、実剣や実体弾のような物理的な衝撃を無効化することができます。また耐熱性も向上するため、通常装甲よりもビーム攻撃の直撃に耐えることができるようになるほか、大気圏突入時の熱に耐えられるようになります。フェイズシフト装甲の色は電圧の供給率や装甲部材の際によって変わるため、機体によってカラーリングが異なるという仕組みになっています。また常に一定のエネルギーを消費し続けるため、戦闘継続時間の制限があります。劇中ではフェイズシフト装甲で機体色へ変貌すると、実弾や実剣を受けても一切ダメージを受けない一方で、バッテリー切れによるフェーズシフトダウンを起こし窮地に陥る様子が描かれています。なお初期 GATX シリーズ開発にあたり、大西洋連邦とモルゲンレーテが技術提携を開始したコズミックイラ70年当時、オーブはザフトの主力モビルスーツであるジンを解析しており、モビルスーツのシステムや構造に関する技術力を有していた反面、武装、装甲材、特殊技術といった点は連合に一律の長があったことから、両者の共同開発が実現したという背景を持ちます。しかしオーブが GATX シリーズへの大西洋連邦の技術を極秘裏に盗用したことから、王道ではないという意味を持つアストレイが開発されていくことになっていきます。ストライクは固定装備としてトウブバルカン砲イーゲルシュテルンと両腰部に内蔵されている戦闘用ナイフアーマーシュナイバー対ビームシールドを持ちます。なおビームシールドはフェイズシフト装甲ではなく、装甲表面にビームを吸収拡散する特殊塗料が塗られているので、リアクティブ状態でも色が変化しません。武器、あとはアーマーシュナイダー、これだけか。射撃兵装として水中で使用可能なバズーカを装備するほか、主力武装としてローラシア級の戦艦の外装を一撃で撃ち抜く威力を誇る 57mm 高エネルギービームライフルを持ちます。拳のコネクターを通じて機体から直接エネルギーを供給しているため、発射数によって機体のエネルギー消費が増えて稼働時間に影響するという問題を抱えています。そのためストライクは最大の特徴である独自の装備乾燥機構ストライカーパックシステムを持ちます。このシステムは戦況に応じてバックパックやその他の装備を適宜乾燥することで、一機で他の初期 GATX シリーズの機体と同等以上の性能を発揮することを目的としています。フェイズシフト装甲のエネルギー消費も考慮して、各パックには機体の予備電源を兼ねたバッテリーが内蔵されているので、戦闘中に母艦から射出されたストライカーパックを乾燥することによって交代して補給を受けることなく、瞬時に戦線復帰することが可能です。
劇中でキラは3種のストライカーパックで戦い抜きました。まずはエールストライカーです。巨大なスラスターと主翼が特徴的で、スラスターによって運動性を高めた上で、ビームライフル、シールド、サーベルというオーソドックスな武装を用いた汎用性の高い戦闘を行うことができます。特にビームライフルはバッテリーに余裕があるエールストライカーでの使用が最も相性が良いとされています。宇宙での使用が想定されていますが、重力下でも短時間の滑空や高いジャンプを可能としています。ただし、機動戦士ガンダムシード劇中の最終決戦であるヤキンドゥエ戦以降は改良が施されたので、2年後の世界を描いた機動戦士ガンダムシードデスティニーの世界でストライクルージュが装備するエールストライカーは大気圏内での飛行が可能となっています。エールストライカーはその汎用性の高さからどんな戦場でも安定した能力を発揮できるので、劇中でも頻繁に使用されている装備となっています。次にソードストライカーです。本体の身長に匹敵する体験シュベルトゲベールを装備した白兵専用ストライカーバックです。接近戦では無類の強さを誇ります。シュベルトゲベールの切っ先はハイブリッド重工合金製となっており、ビームサーベルが使えない水中等でもモビルスーツの装甲を差し貫くことが可能です。またビームラ部分の出力は通常のビームサーベルよりも強力なので、敵機をアンチビームシールドごと切断する威力を誇ります。マスターグレードソードストライクの説明書によると、スカの部分にレーザービーム砲も備えており、重工から小型のビーム灯も発生させることができるほか、射撃武装としての使用も可能とされています。ただし、機動戦士ガンダムシードモデルボリューム3シード MSV 編では、ストライクが装備するシュベルトゲベールが試作なのでビーム弾は出せないとされており、劇中では射撃兵装としての使用描写はありませんでした。また左剣部にビームブーメランマイダスメッサーを装備しています。ビームを形成したままの状態で弧を描いて手元に戻るという仕様です。そのまま手持ちサーベルとしても使用可能で、モビルスーツを容易に切断する出力を持ちます。シード界におけるビームブーメランは非常に強力な兵装となっており、シールドを構えて防御する敵機を弾き飛ばしたり、シールドの上から切り裂くなど迎撃が非常に難しい武装として描かれています。他にロケットアンカーパンツァーアイゼンを装備しています。ソードストライカーは劇中でミゲルが登場する陣を撃破したり、通称ニコルギリが特徴的な装備となっています。次にランチャーストライカーです。遠距離の砲撃戦に特化したストライカーパックであり、高い火力によって要塞戦や後方支援に適していますが、高い火力を有する分エネルギー消費が最も激しい兵装です。320mm 超高インパルス砲アグニという全長 20m の大型ビーム砲を持ち、スペースコロニーの外壁すら一撃で射抜く大出力を誇ります。また右肩に対艦バルカン砲とガンランチャーを持っていますが、これはあくまでモビルスーツやミサイル等の迎撃を想定した武装となっています。ランチャーストライクはその重武装がゆえん機動力が低下しており、戦場や作戦目標を一番選ぶストライカーパックとなっています。劇中ではエネルギー消費量が多いという短所を補うため、アークエンジェルの上に乗ってエネルギーケーブルを接続し、半ば固定砲台のような形で運用されたり、地上降下後の砂漠戦では流砂に対応できるよう即座に OS を改良し、肘打ちからのゼロ距離射撃でバクーを撃破しています。僕がどんな思いで戦ってきたか誰も気にもしないくせに。機動戦士ガンダムシードでは GATX シリーズをザフットがダッシュし、キラヤマトが偶然ストライクに登場したところから物語が始まります。まだ未完成だった OS を書き換え、ミゲルがカル・ジンとの戦闘にも連れ込みます。 OS はキラにしか扱えない代物となったため、ストライクはキラの専用機となりました。友達を守るため、幼少の頃の親友アスランザラを含めたザフト軍と戦いを繰り広げていきます。幾度となく戦いを繰り広げる中、互いを撃つことをためらっていたキラとアスランでしたが、キラがアスランの戦友ニコルが登場するブリッツを撃破し、アスランがキラの友人トールがカルスカイグラスパーを撃墜したことから、互いの怒りと悲しみが交錯し、死闘の果てにストライクはイージスの自爆で大破しました。キラー！アスラン！なおストライクは GATX シリーズ5機の中で
最も運動性が高い一方で、走行の軽量化が施されているので、フェイズシフト走行への依存度が高く、リアクティブ時の防御性能が著しく低くなっているため、緊急時にコックピットを保護するセーフティーシャッターが設けられています。機動戦士ガンダムシードアストレイでは、キラが助かった理由として、セーフティーシャッターが作動していたことや、中は蒸し焼き状態になっていたものの、パイロットスーツを着ていたおかげで助かった、などの話が描かれています。僕はアスランと戦って死んだはずなのに。大破したストライクはオーブによって回収され、ナチュラル用の OS を組み込んだ上で修復されます。地球連合軍を脱走したアークエンジェルがオーブへ寄港した際に引き渡され、以降はムーラフラガの登場機となりました。いきなり僕と模擬戦はいくらなんでも早すぎると思いますけど。うるせえ、生意気言うんじゃねえよ。行くぞ。初戦はエールストライクで出撃していましたが、リマスター版ではパーフェクトストライクに登場し、通称サンバカと互角の戦いを繰り広げていきます。最終的にはヤキンドゥエ攻防戦でプロビデンスの攻撃によって中破した後、ドミニオンの両援グリンをシールドで受け止めてアークエンジェルをかばい爆散するという最後を迎えました。俺は不可能を可能に。余談ですが、コズミックイラの世界では戦局に柔軟に対応することが可能なストライカーパックの有用性が高く評価されたので、地球連合では105ダガーやダガー L といったストライカーパック装着機能を持つ量産モビルスーツが生産されたほか、ストライク用の装備としてもアニメ劇中に登場しない装備が存在します。一つ目はガンダムシード MSV に登場した IWSP です。これは統合兵装ストライカーパックのことで、大西洋連邦がストライク初期開発時に設計した万能型パックで、エール、ソード、ランチャーのコンセプトをひとまとめにしています。しかし、機体重量の増加によるバランスの悪化と燃費問題に悩まされた結果、完成したストライクの装備としては見送られました。モルゲンレーテ社が独自技術を加えて完成させましたが、搭載したストライクルージュで実装テストを行った際に、かなりが扱いきれなかったため、実戦投入はされませんでした。なお、この IWSP の技術を発展させることで、オーブではオートリ装備が開発され、地球連合ではノアールストライカーが開発されていきます。次にライトニングストライカーです。これはストライクガンダムカスタマイズコンテストで一般公募で選ばれたデザインを再デザインした装備です。ストライクの強化バッテリーパックおよび遊軍機へのパワー供給、加えて長距離狙撃任務を目的に開発されたストライカーパックです。7031式電磁可能砲を装備しており、両サイドに装備したセンサーを用いることで、宇宙では有効射程距離38万 km 以上を誇る長距離精密射撃を可能としています。また、大型パワーバッテリーを搭載しているため、遊軍機へのパワー供給が可能となっています。ストーリー上は、キラがフリーダムに登場し、ストライクが無線容器に変更された後で試験的に運用していた際に破壊されたほか、マンガーストレイデルタでは、コズミックイラ73年に地球連合軍と手を組んだオーブ兵がライトニング105スローターダガーとして出撃し破壊されています。ストライカーパックは派生機体用やゲームに登場したものなどを合わせると無数に登場しており、今後も MSV として新たな装備が見られるかもしれません。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。